的イエスが起こした宗教改革の本質。イントロダクション。イエス・キリストは、単なる宗教的指導者としてだけでなく、当時の社会構造や既存の価値観に対して、深い洞察と鋭い批判を展開した革新的な社会改革者でした。彼の教えは、2000年以上経った今でも、世界中の人々に大きな影響を与え続けています。本動画では、史実に基づいて、イエスが起こした宗教改革の本質に迫ってみましょう。愛と許しという革新的思想。イエスさんの教えで一番大切なことって何なのだ？僕たちの生活にも関係があるのだ。資料から見ると、イエスは神と隣人を愛することを一番大切にしていたの。特に革新的だったのは敵を愛するという教えね。当時の黙には目をという報復的な社会規範に対して、許しと和解による暴力の連鎖を断ち切ることを説いたのよ。これは現代社会でも紛争解決や人間関係の修復において重要な示唆を与えているわ。特に興味深いのは、この教えが単なる理想論ではなく、実践的な生活指針として示されていたことよ。例えば、人々の間での争いを解決する際に、相手を理解し、許すことから始めるという具体的なアプローチを提示していたの。形式主義への挑戦。当時の宗教指導者たちと喧嘩ばかりしてたって聞いたのだ。どうしてそんなに対立したのだ？具体的にどんな問題があったのだ？特に安息日は人のためにあるのであって、人が安息日のためにあるのではないという発言は、当時の宗教指導者たちの形式主義を真っ向から否定するものだったの。これは彼が革新的な思想の持ち主だったことを示しているわ。当時のユダヤ教指導者たちは細かい規則や儀式を重視するあまり、その本質的な意味を見失っていたの。イエスはそうした形骸化した宗教性を批判し、人間性と思いやりの精神を重視したのよ。特に注目すべきは、イエスが単に批判するだけでなく、宗教の本質的な意味、つまり人々の幸せと成長のために存在するべきだという新しい視点を提示したことね。社会的弱者との連帯。イエスってどんな人たちと付き合ってたのだ？当時の社会では普通じゃなかったんだのだ。イエスは当時の社会で最も差別されていた徴税人や病人たち、そして貧しい人々と積極的に交流を持っていたの。当時のユダヤ社会では、そういった人との接触は宗教的な不浄とみなされて厳しく忌避されていたけど、イエスは意図的にそうした社会的タブーに挑戦することで、根深い差別的な価値観や慣習に立ち向かったのよ。特に女性や子供、異邦人といった当時の社会で声を上げられなかった人々に対して特別な配慮を示したことは注目に値するわ。この行動は単なる慈善活動ではなく、社会構造そのものを変革しようとする試みだったの。権力構造への批判。ローマ帝国との関係はどうだったのだ？政治的な問題も起こしていたのだ。イエスは神の国という新しい社会秩序の概念を説くことで、実質的にローマ帝国の支配体制に対する根本的な批判を展開していたの。この神の国という概念は単なる宗教的な理想ではなく、当時の抑圧的な社会システムに対するオルタナティブとしても機能していたのよ。特に重要なのは、この考えが非暴力的な社会変革の可能性を示唆していたことね。イエスは武力による革命ではなく、愛と正義に基づく新しい社会の実現を目指したの。こういう体制批判的な姿勢は最終的に政治的、宗教的権力者たちの強い反感を買うことになって、結果として十字架刑という悲劇的な結末へとつながっていったの。まとめ。イエスが起こした宗教改革の本質は、愛と許しの精神を基礎としながら、形式的な宗教性への批判、社会的弱者との連帯、そして権力構造への根本的な問いかけを含む包括的なものでした。その教えと実践は、現代社会が直面する様々な課題に対しても、重要な示唆と深い洞察を与え続けています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。